集まりいただきありがとうございます。なんかもうこうやって集まっていただいてね、本当にありがとうございます。ちなみに1年生だよって言っていただいて、すごくない？すごい、めっちゃすごい。ありがとうございます。またまた本当に1年生か。2年生の人手挙げて、2年生ね、はい。3年生の人手挙げて、4年生手挙げて、結構いい感じに、でも1年生多くていいですね。よかったよかった。リキトさん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日ツイッター含めて僕これを宣伝させていただきました。リッキーと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか今回これを企画したきっかけとしては、なんかみんなが SSC でやりたいことだったり実現したいことっていうものをもっとサポートできる環境を作れないかなっていうのが、僕が4年間生活した中で思いました。で今回、フレッシュマン含めていろんな学部生の、皆様が集まっていただいたので、なんかこういうことをできたら面白いんじゃないかみたいな、そういうアイデアをどんどん出していってみんなで協力しながら SSC に一つ大きな時代を作れたらいいなって思ってます。でね、そんな感じで今回、2人のゲストを送ってきました。 SSC1 期生の、小林誠中さん、今そこにいらっしゃいますけど、誠中さんですはい、でもう一人が高橋後藤さんっていう方なんですけど、もう少しで来ていただけるので、来ていただいたらみんなで対話しながらどんどん進めていきたいなって思います。でちょっとその前に結構なんかこっちだけムラがあるみたいな感じになっちゃってるんで、もうちょっとこっち側に来ましょうか。もうちょっとこっち側に来て、で最初アイスブレイクしようかなって思ってます。なんか近くにいる人、3人ぐらいがいいかな。3人ぐらい3人ぐらいで、できれば知らない人。そうだね、せっかくだったらちょっと仲良くなるチャンスかなと思うんで、周りにいる人3人ぐらいで集まってちょっと軽く自己紹介して、 SSC ってどういうところっていうのをちょっと話し合ってみてもらえたらなって思います。よろしくお願いします。でちょっと事務連絡なんですけど、ディスコードサーバーの入るのと、あとはアンケートまだやってないっていう人手挙げて、はいって感じで、これちょっと持ってもらえるとって感じなんでお願いします。はい、ぜひディスコードに参加していただければなと思います。じゃあ大体6時どんぐらいしようかな。20分過ぎになったらまた声かけさせていただくので、ぜひお話ししていただければなと思います。よろしくお願いします。デジタルアイデンティティとか、デジタル上でどうセキュリティを担保するかみたいなところに興味があって、勉強していろいろ、我々のくらいそのやっております。よろしくお願いします。今軽く自己紹介タイムです。まだちょっと構成が考えられないけど、自分のやってるプロジェクトとしては、最近本当にあれ
はい、あと3分ぐらいにしようかなと思います。3分ぐらいにしようかなと思います。なんかしたいって言ったけど、2年僕は家の近くで有名な先生してたんだけど、そのすごい面白い話をされて、よかったなってすごい最初の1年生の最初に最初にどういう言葉で青春できるかって考えたり、俺だけや。家と近くでそうですね。連携する。他でもすごい楽しいなってことは思いつつも、本当にまあ別にしてるしない。そういうイメージは学生の中にあるけど、自分もしかしたらその自分の話なんで。今ちょっと成長さんがね、成長さんが出てるから。なんか比喩的にガラパゴスの例えだとか出てくるガラパゴスが最先端というか、ただ不便なだけのガラパゴスにならないようにしたいよねって。そう。交流の場所がちょっと少ないのかなって感じで、面白い人と出会う
帰ってきたら始めますので、まだもうちょっと話がないので大丈夫です。そしたら声がかけていただきます。不安なこととかシニア側です。出る必要ある。教育分野近いところで、サービス作る地味に的なやつ出るんですけど、2個やってて、AI どうしてもエネルギーがの分散性、音声合成、街とかで人数集めすぎちゃうのもちょっと人数がそんなどうもちょっと長所がある。テレビをそっちで見れるっていうのは、それをお尻にしたいなと思ってるようなこととは、何もまだ見てないから。そういう学生になりたいなと。お疲れ様です。難しいですよ。はい、皆さん、お疲れ様です。お話ありがとうございます。皆さん、そしたら皆さん、注目してください。もう近くにちょっと仲良くなりましたか？ありがとうございます。もう SSC 生こんなに集まるとは思っておりませんでした。そしたら、そろそろ始めようかなと思うので、ここら辺もう結構ギュッてなる感じで、もう密集していく感じでお願いします。ギリシアの頃のね、コレーみたいなノリでね、学べたらと思いますね。基本的に雑魚座りの状態にはなってるんだけど、椅子とかもあるので、例えばスタートでちょっと座るのむずいなとかだったりとか、足痛いんだよねとかだったら、椅子取ってきたりとか自由に使っていいので、もう本当に自分の好きなようにやってください。お願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきましょうかね。はい。じゃあちょっと改めて、今回のゲストを紹介させていただきます。向かって皆さんが左側にいらっしゃるのが高橋没夫さんです。ぜひ見てですね。で、こちら皆さん向かって右側にいらっしゃるのが小林誠中さんです。SSC 規制です。ということで今回 SSC の起源を問うっていう一応題名になっております。1期生の人たちがどういうふうに SSC 見てきたのかな、作ろうとしてきたのかなっていうのを対話しながら、していただければなと思います。で、初めに少し自己紹介みたいなことをしていただきたいなと思うので、じゃあ、没夫さんの方から自己紹介させていただきます。はい。こっちのマイクそこに。はい、わかりました。スライド使うの？どっちでも大丈夫です。はい、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。とてもいろんな意味でですね、感慨深い一日になりそうだなと思っています。多分小林君といったら聖中って言ったりしますけど、彼とは6歳から一緒なので、久しぶりに会ってネタも合わせておりませんが、殴れる喧嘩になるかもしれませんけどそれはご愛顧ということでよろしくお願いします。で、僕の方のですね、自己紹介ということで、ちょっと簡単に作ってきましたというか、ありものをちょっとつないだんですけど、B リッチっていうのはちょっと今年ホットに、嫁さんと立ち上げようと思っている社団法人、一般社団法人があって、そのネーミングなんですけど、リッチって畝なんですよね。畝のような環境を作りたいなと思っていて、B はボツの B です。あまりひねってないですよね。でもそれを B リッチをつなげると橋になるっていうところが一応引っ掛けていて、そんなことができればいいななんて思って今いるところで、今回こういう機会があるので皆さんと話をできて、何かまたいろいろエネルギーをもらいたいなと思ってます。
で僕なんですけども、本名は高橋久義です。忘れていいです。SAC の方々には皆さん後藤という通称で通ってますので、そちらでいいかなと。で生まれが1971年、もう53なんだね。で妻が1人いて、で長女がやっぱり大体こういう感じです。普通ね、計算したらこれ2024年53になるとしたろ、まあ細かいんですよ。まあいいですけど。で妻が1人いて、長女が第3で9っていうのは皆さんと同じ。これ伏せろと言われたのであまり触れないんですよ。で次女は大学にいて、これも伏せろと言われてるんですけど、多分そのうち覗きに行きます。はい、で長男がまたいて小学校5年っていうぐらいの構成です。で1978年だと思います。小学校13年入学なんですけど、慶応幼稚舎に入学して、そこで小林君と出会います。6番と17番っていう出席番号関係で、いろいろあってですね、慶応大学環境条学部に入りまして、1期生ですね。で長らく野村工芸社っていうですね、ディスプレイ内装をやる会社にいて、28年間勤めて、で後半は人事人材開発なんかやったり、税者業務やって、オリンピック・パラリンピックですねのスポンサー業務やったりなんかしていたんですが、どうしてもやっぱり、キャリアコンサルタントの資格を取ったのもあって、人事系やりたいなと、キャリアサポートしたいなっていうんで縁があって、大学の方に転職しました。それが今勤めている横浜商科大学といいますね、横浜の鶴見にあるんですけども、そちらの大学の方に今勤めています。主に入試広報なので、ある意味営業なんですね。これもまた大学の職員には営業というのと言われているんですが、受験生やですね、高校回りをして、受験生を獲得するというのが私の仕事になっています。っていうようなことをしてて、で徐々に SFC に近づけていくと、大学卒業後 SFC 美高いという同窓会組織を作っていまして、そこで10年ほど代表幹事をしてました。でちょっと離れちゃいますけど、日本伝統文化交流会なんていうのもやっていて、最近お休み中だけど、で最近は、僕掛川と静岡掛川ってところと、東京、今日から横浜に、住所を移してるんですけど、2拠点生活をずっと20年来やっているので、そろそろ地域コミュニティの活性化なるものを、経験学習を機会に提供できないかなといって、先ほど申し上げたような、社団法人を作って活動しようかなと思ってます。で、ベースは、ベースというか軸にあるのはキャリアコンサルタントとかコーチングとか、ファンドレイザーとかいったところとか、でも根っからにおせっかい焼きで、世話好きで、かといったけど、最上志向というのは、こうありたいみたいな姿が強いんですけど、そんなようなタイプです。で、一番最後に、よく僕が喋る前に大体小林君にネタに使われちゃうんですけど、彼との接点でいうと、多分合ってるかな。幼稚舎6年だろ、普通部3年だろ、野球だろ、で塾校が2年の時同じです。英語のクラスがもう一回一緒なの。それが高3かだったっけ。で大学3年、3年半、夏8月の頃からアレックス湘南のところに過ぎ始めて、卒業まで3年半一緒にしてで、なんか一緒にいるやつです。はい、でそんな2人の対話なので、どんな展開になるかということですけど、で僕の SFC 時代の活動ということで、お話をすると、まず1990年 SFC ここで開校します。で開校しますので、僕のきっかけは、大学高校時代塾校におりましたので、ちょっとご縁があって、校長先生から声がかかって、で校長先生の、親しかった関口先生というね SFC にいらっしゃったんですが、先生と、つながりがあって頼まれて、この SFC で開校式が開かれるんで、卒業同じね同級生を誘ってほしいみたいなことが入学してやってほしいみたいな話があって、それをお手伝いしたのが、今につながるきっかけかなと思ってます。でその後、また関口さんとのつながりが続いていまして、サークル結成の会みたいなのを5月12日にやるんですけど、皆さん血気盛りですね、パイオニアマインドが強い同級生が多くて、で自分たちでサークル作りたいよねっていう人たちが多くいまして、それで5月12日にそのパワーを一つが形にするためにオメガの11と21を使ってサークルのお見合い会をしました。でそんなのもなんか手伝っていってやってて、で、僕のベースだとその次に七夕サイトが出てるんですけど、1990年の最初に七夕サイトが始まるんですけども、きっかけは先ほども出てきた、これ裏から大体関口さんの関口先生の言い出しペンなんですけど、で関口先生が地元の方とお酒を飲んでいて、飲み交わしていて、酒の勢いで納涼祭やろうっていうふうに約束してしまったのがきっかけになってまして、
で七夕祭をやるような形になって、実際に SFC の中で地元の人たちが来れる機会を作りたいねっていうふうにいろいろ話をそれなりに注力していってですね、地域との交流みたいなのをテーマにしながら、学生が浴衣を着てこれるような機会っていうのをいろいろくっつけていって今に至るのかなということで、七夕祭も縁があって携わらせていただきました。でその次に、やりましたので、ちょうど今日やってるのかな、歓迎の集いというイベントをやらさせていただいて、それも1年生1期生が入って、2期生を迎えるにあたってきっと5月12日の時のようにサークルに勧誘したいだろうと、で勝手気ままにやるだろうというのもありましたので、当時僕はとある団体にね入っていましたので、軽装政治委員会というのがあるんですけど、そこで、表紙のねオリエンテーションをやる団体がありましたので、そこのノウハウをいただきまして、名前を変えてですね、オリエンテーションではなくて歓迎の集いだっていう名前に変えて、ほとんど仕組みは一緒にして、サークルが新入生を、お祝いしてサークル管理する、そのようなイベントを始めたというのがここにあるかな。でその後に、92年になって市民大学祭っていうのをやるんですが、これもずっとね90年の頃から、学園祭やりたいよねっていうふうな学生たちがいっぱいいましてですね、それのなんか世話役というか雑用係みたいなずっとやり続けていたんですけど、当時2期生の方でですね、本庄慎之介という人がいましてですね、彼らを中心に、なんか学園祭やりたいよねっていうのが勃発していて、それと藤沢市の青年会議所が、キャンパスを使って市民大学祭をしたいよねっていう話がありまして、それを大学側で受ける形で始まったのが、市民大学祭プラス秋祭りっていうことで、市民大学祭自体は1回で終わってしまうんですけど、その後秋祭りというのはこの後続いていくという芸風になりました。でこの時の市民大学祭の方はフリーマーケットっていうのがミミズに全部にね、今やフリーマーケットはねIT、インターネットからなかなかおやりにならない方も多いと思うんですけど、昔はやっぱり売り買いをするねものはやっぱりリアルな場が多かったので、車がねガーッとミミズに出てたんでね、そこでフリーマーケットが展開されたり、あとは農協さんがご協力くださったのでミニ動物園をやって、シータ館と、アルパカの間にミニ動物園ガーッてやって、豚やウサギや羽回るっていうようなことをやってましたとか、環境系のイベントやったりみたいなことをやって割と盛り上がったのかな。で学生の方は学生の方で何かやっていましたということで、サークルの発表とかをやっていくっていうのが始まり、あとは個人的な思いですけど、研究発表会ってこの時にやるんですね。研究会がどんなことをやるのかってやって、で、悔しいんですけど翌年から ORF というですね力技に負けましてですね、六本木でやるような展開になって、で学生主体で、何か活動するみたいなことをやっていたかったんですけど、大学のロケの中でそうだな今思うと持ってかれちゃったなみたいなことがあるんですが、一回コピーでしたけど研究発表会みたいなのを研究会に呼びかけてやれたのも面白かったなと思います。なことをやってた。でさらに93年にテイクオフラリーっていうのを仕掛けてるわけですけど、これも縁あって、こんな活動をずっと4年間やってきてますから、伊関さんに呼び出されてですね、伊関さんに呼び出されたのかな、僕らがテイクオフラリーでしょ、僕らがなんか卒業イベントやりたいですなんて話を見たりしてたら、伊関さんがうんうんって聞きながら、名称を辞書開きながらテイクオフラリーっていうふうに決めてくれて、でさらに、お前らにお願いがあると、加藤博士を泣かせというミッションのくだり、それが12月だったかな。でその頃から卒業イベントやろうねみたいなことが拡大していって、シータ館で、加藤先生、愛知先生を、主人公にしながら我々の4年間を振り返るみたいな、イベントと、それからパーティーをやって、加藤博をお泣きするっていう。で、皆さんの中で加藤博先生の加藤館のテイクオフラリーの、映像を見たことある人います？お酒飲んでるのこれな。そうみんな見てる。そうあれが最後っていうか、あれとこれが一緒です。この流れの中で、加藤先生が南村のフクロウみたいな感じで喋っていく。あの中にちらっと後半出てくるのが僕のネタが入ってるんですけど、そんな話もありました。一応こんなことをやってきましたっていうことかな。で SFC のイベントに込めた思いっていうことで、
僕がどういう思いを持っていたかというと、僕自身は独立損とか実学とか、半額環境みたいなことが大好きで、なぜなら僕は自分の親父が慶応の幼稚舎教員だったのもあって、膝つけてから慶応のには上から使ってたものがございまして、なので割とその言葉を意識していたと。で高校3年の時に頼まれておいしいとこをやったんですけど、ちょっと後輩をちょっと舐めちゃいまして、定額を食らいまして除名を食らうんですが、それぐらいちょっと熱くなる男でございまして、なので慶応に対する愛情は強かったんですね。そんなこともありまして、 SFC に来る時に SFC を慶応にしたいっていう思いがあって来たっていうのが実は正直なところです。で何をしたかというと、何かしらその SFC の入ってくる人たちに、慶応らしさを感じてもらいたいなと思って、早慶戦がありますよね、野球がね。で早慶戦も建前的には福本先生においでいただいてチケットを誘致してくるんですけど、裏で支援会に行っていうね、チケットを販売したりする、あとは神宮球場で誘導をやったりする団体があるんですけど、そこに席を置いていたので、野球部にお願いに行って、おねるところをガバッと全学生分の希望者分でもらってくるとかということをやっていたりなんかして、何かしら社中協力したものが提供できる機会なんていうのは僕の中で作ってたかなと思います。でイベントっていう手法は、都合が良くてですね、あるテーマ、ある目的を持ったらできちゃうっていうところで、関口先生がいらっしゃっていただいたとかいうところも大きいんですけど、先生と協力しながら、ある期間一定的な実験的な試みなんですよっていうところでやりきってきたところがあるかな、そんなことをやりながら、カンフル剤的にイベントをやってきたかなと思います。で同時に、もう50にもなっているので、格好つけていっちゃいますけど、当時、意識してたことは、これ卒業の時に書いたキーワード集なんですけど、その時に作ったのが「交わる、作る、育む」っていうキーワードを残してて、人との出会いを通じて、思い方に伝えていくっていう、言葉を作るみたいなことね、それから自分自身育むみたいなことだと思うんですけど、そういったことを、イベントに込めてやっていたかなということと、もう一つ原体験的にあるのはこの道、これ分かります？どこだか。ここ生協ね、こっちがオメガね、これカッパ館ね。で今ここ学生ラウンジっていうのかな、サブウェイが入ってると思いますけど、ここにね。でそこに、道があったんですね。っていうよりもそこしか道がなかったんですね。僕らが入学した時ってこういう状態なんで、皆さん今ここ通ってますけどメディアセンターないんですよね。なのでこのカッパからオメガからこういうツールを使って来るっていうことで、教員も職員も我々生徒も学生も皆同じ道を通っていったっていうところがなんか思い出深いなっていうところと、なもんですから非常に1100人ぐらい、同級生いましたけど、人見知り知り合いになっていくような感じの環境があったのかなというふうに思います。そんな中で、当時ですからね、まだホームページもないような時代で、ただインターネットっていうものが始めたところで、アナログ的なイベントをやっていた変な林というところで自己紹介を終えたいと思います。以上です。はい。すごい。今みんな自分のいる場所わかる？すごいね。これが体育館ができるのかな？そう。どうだよか。そうだよね。グラウンドはもうあるんだけど、誰か建設中。何ね、これ駐車場だもんね。そう。だからまだラムダもなければ。それは学生寮がない。今ここにねあれがあるけど。こっち側もやね。下のなんつうんだっけ。大学院もないし、中高もないし。そうね、こっち今92年から中高ができたので、90年だとないんですね。そんな時代に起きたね。オメガの座席は当日の朝から設営終わるみたいな。らしい。そもそも市街化調整区域っていうエリアなので、緑が50何%、51%なんかなきゃいけないとかで、確か53%ぐらい緑だったね、当時。
で文科省から建物の40何パーセントができてればやっていい、開校していいみたいな。なので超ギリギリ間に合ってた。なので工事現場の中で僕らは学んでたんですよ。みんなが今食堂だと思っている生協の下あるじゃないですか。あそこの片っぽ側がライブラリー、図書館で、もう片っぽ側が体育館。みんなローソンがローソンのあるあここらへん双子なんですよ。つけるじゃないですか、それで。まあ今より授業安かったんで。あれですけど。ここ上がってくるとメディアセンターのところにダーンって彼が多いな。すごい背の高いフェンスがあって、だけどそこは通れないから今高橋君が言ったみたいにこの脇道を通る。これが一本道になって必ずキャンパスにいる人たちはほぼ全員がすれ違う。ああ、なるほど。そうそう、教授も学生も含めてで、僕ら1年生しかいないから先輩と後輩がいないのですれ違う人は全員同級生。ああ、そうか、確かに。そうそう、だから社会出てからもなんかすごい絆がこういうのはこれなので、ね、そもそもこのキャンパスの設計が牧文子さんによって5番の目みたいになってあえていろんなところでこう人々がすれ違うように設計されているんだけど、必ずなんかコーヒーと置くためにはすれ違うように設計されてるんだけど、多分これは関係なかったと思う。すごいこと。なぜならば工事現場なので雨降るとジャーってこの坂道だからこの道に泥水が出てくるのでもはやなんか事件みたいなそんな感じかな。なんかせっかくなんでごつおさんの発表の後なんで質問がある方ぜひ。が多分ね、僕がパッてやってでまとめたら多分かぶるから。あ、かぶりますか。なんか今まとめた。タイプ C。とりあえずありものでやってみた。タイプ合ってる。はい、合ってます。マイクも使っていただいて。これだでもあれ撮ってるから。そうです。はい、改めまして小林誠中と申します。サクサクサクといきます。これが自己紹介で、25歳の時に北に楽天立ち上げて、今も楽天にいます。で、あと、慶応で言うと、SFC に奨学金を作りました。で今もやってます。今年も一人受け入れて、何人いたんだっけ。留学生、ギガに入ってくる学生たちの授業料を僕が全部見るみたいなことをやってて、あと慶応でいうと評議員というのを2022年の秋から務めています。でポイントは多分聖中っていうのと SFC 育成っていうのと25歳で楽天を創業しているっていうのと多分子供が5人いるっていうこれぐらいかな。で SFC 何やったかっていうと懐かしいあれですけど、僕らは未来からの留学生と言われていたので、なぜかというと社会に我々が出たならば、多分受け入れられないだろうと。我々が喋っている言葉が例えば会社の中で理解してもらえない、まるで留学生が違う言語を喋るかのごとく多分旅立つだろうっていうことが90年の時から予言されていて、大学の先生に4年後君らが会社に出たならばきっと留学生扱いされるぐらいに逆に言えば異端なその異なったエッジの効いたタレントを育てるぜっていう彼らのコミットメントだったと思うんですけど、未来からの留学生って言われてまして、ただの工事現場だったっていうところがポイントです。やっぱご族も同じこと考えたんだなと思ってて、これがなくなってですごい海が見えるキャンパスっていうふうに言ってて、そしたら全然海が見えそうなキャンパスだった湘南の藤沢キャンパスってなんかネーミング的にね、そんなおしゃれなものに見えるんですけどだったって。だからすごい良かったのは学問は驚いたら始まるっていうことで、
めちゃめちゃいろんな驚きをいっぱいくれて、でかついろんなことやっていいよ、高橋君さっき言ったみたいにいろんなことを手がけてね、舞祭やったり体育祭やったり、体育祭って幼稚園と小学校と中学校と高校には運動会あるじゃないですか。でもなぜか大学になると運動会なくなるんですよ。僕が18歳の時それに疑問を覚えて「いや運動会がやりたいです」「こんなに仲いい楽しい仲間がいるんだったら運動会やりたいです」って言って、掛け合って体育祭というものをやりましたね。めっちゃ楽しかったんですけど、あと夜の学校とかクラブをですね、ごめんなさい。伊予田の研究棟じゃなくて講義棟のところをお手洗いとかをブラックライトとかガンガン入れて、でそこをクラブっぽくして音楽ガンガン流すっていう夜の学校をやったり、あと実は当初24時間キャンパスでなかったんですよね。ただグループワークを例えば文化人留学という科目でグループワークというのがあって、夜通しみんなで議論をしていって気づいたらみんなキャンパス入れなくなっちゃうので、最後当時8時過ぎのバスが最後だったのでもう全然帰れなくなっちゃって、結果キャンパスに残るっていうでルールも何もなくって、そのくせじゃあメディアも24時間使えないんだよとかいろんなことがあったので、主体的に24時間キャンパスを考える会っていうのを立ち上げて主体的に考えて大学側に交渉していくっていうことをやったり、卒業前にキャンパスライフ満足度調査っていうのを仕掛けて、このキャンパスをもっと良くするためにはどうしたらいいかっていうのを学生たちにアンケート調査票を渡して、それは僕の卒論になってるんですけど、で例えば事務室を一番評判悪かったのが事務室だったんで、事務室の改善案っていうのを考えて、で当時の事務長に提言したりとかしていて、あとね帝国フラルっていう卒業式を一緒に出かけるみたいなことをやってました。生活全部で SFC で、そこで学んだのがパイオニア精神、後ほど多分触れると思うんですけど、自我作法っていう言葉、我より古をなすって言うんですけど、読んだら分かるんだけど、我、自ら歴史を作れるぜっていう、人が無理だと言おうとも、たとえ周りの人が、やってないとか、何せ誰かがやってて失敗しているとか、そういうことがあっても自分を信じれば歴史は作れるっていうことですね。そして SS で一番いただいたのは仲間ですかね。そんな感じです。どう？はい。というわけでじゃああともオープンでいきますか。そうですね。はい、ここからぜひお二人とどんどん対話しながら SSC ってどういうことなんだろうと深めていってほしいので、せっかくならお二人が最初に聞いてみたいことからきっかけにしたらいいんじゃないかなって、なんか切り口として。バンバン何でもございます。いいですか。はい、ぜひなんか今の発表聞いて質問したいなって。どうぞ。今の SSC を見てどう思うか正直に答えてほしいです。いきなり詳しくました。俺昨日会ってるから思うけど、各いるの一人一人合わせてもらうとめっちゃおもろいっけ、なので全然なんか僕らがいた時と相当変わらんっていうか、心地は変わらんじゃん思ってワクワクしたけどね。さあだから一気から聞くとなんか動きにくいのかなと思って、俺だったらこうすんのになっていうのはあるけど、それがやりにくいのか俺が特別だったらよくわかんないけど、イベントやれやんっていうのはさじれてる思う。いろいろまだまだできる可能性があるんじゃないのと思う。そんな感じ。詳しくは正直キャンパスにいないから部分的にしか見えないので、なんか別に判断とかしないですけど、強いて言うならばいろんなものが整いすぎていて、ゼロから作る必要性がないから、なんかそこは僕らの方が環境的にはありがたかったなっていう。変な話だよね。学生からすると、当時の学生からすると文句しかない。文句しかないよ。だけど、三田は東はあれもできてこれもできてそんな揃っててっていう。
おしゃれな、ね、サークルの先輩がいてとか、僕らにおしゃれなサークルの先輩いないからね僕らが最上級生なんでおしゃれにやってもね。だから、そのダメなところを探せば多分昔の方がダメなところいっぱいあったと思う。でどっちを見るかの気がします。あれもできるこれもできるっていうふうにできることを見ていく方が、結果的には、気持ちは前向きになるんじゃないかなっていう。誰もできないっていうのはもし仮にあったとしたならば、それはできるやり方を考えるチャンスをもらえたと思った方が全くもってヘルシーだなと思うんですよね。あれやらしてくれないですよとかっていうこと言って、あれをやらせてくれないんじゃなくて、これをやるためにはどの手があってっていうのを考えることができるようになる。これが多分パイオニア精神だと思うんですよね。勝手にやっちゃうことではないから、できるやり方が必ずある。それを対話から導けばいいんだと思うんですけど、ただもし仮に違うことがあるとするならば、当時の教員はそのゼロからキャンパスを作り上げるということにかなり、ご自身もなんだろうな、覚悟とプライドを持っていただいてたので、僕らはいい感じでナビゲーションしてくれたんですよね。だけどもしかしたら今の子たちはもう出来上がってしまっているので、どこまでもそのことを考えなくてイコール学生とそこまで一緒に歩む必要もない。ご自身の研究に打ち込むってことが大学教員としての一つのミッションではあるので、決して間違ってはないんだけど、ちょっとだけ軸足が違うかもしれない。全員ではないだろうし。答えがちなみに俺は現役の時にはそういう研究に勤しむ先生には一緒に作ろうって言ってぶつかっていってしまったっていうのはコンセプト違わないですか、先生言ってることって。一緒に作るって言ったじゃないですかみたいなことをよくぶち当たっていたけど、職員に対して、まあつまり攻め方が違うのでスマートですゴールが大事。俺当たっていく系だ。どんどん来よう。一緒にいいよ。楽天を創立されるにあたって SAC でなんか学んで何が生きたかとか、あと何が目的で楽天を創立されたのかをお聞きしたいです。今の話で言うと3つあって、1つはまず、6人で会社を立ち上げてるんですね。お金を入れてるんですけど、6人中3人が SFC 卒、1期生、1期生、2期生です。だから SFC がなかったら楽天というのはこのように存在してないですよね。そこが一番大きいところかなというのと、2つ目は先ほどもスライドで見せましたけど、やっぱりこの仲間っていうのがすごい大事で、そういうだけじゃなくってその後も拡大していくときに誰も株式会社 MDM なんていう会社には入ってきてくれないんですよ。今でこそスタートアップにこれを呼び込んでちょっと勉強しようぜって考える学生さんも多いですけど、当時の日本はまだまだ大企業偏重型なので、ブランドっていうかなので、まさかねこの社員6人の株式会社 MDM なんていう誰も聞いたことないような会社に来てくれるわけがない。だけど12人になった時に6人は SFC だっていうので、やっぱりその仲間っていうのは後輩たちに入ってきてくれて、なんで今でも、ね、そういう関係性を築けてるっていうのがあると、最後はやっぱりこうパイオニア精神というか、なんだろう、周りがどうこうではなくてやると決めたことをやり遂げるっていう、なんかいろんなこのキャンパスはチャンスをくれてたので、それはすごい生きましたよね。それが大きいです。あとグループワークはすごい役に立ちましたね。これ楽天だけじゃなくてマネジメントになった時にすごい自分が全部できる必要はないんだけど、絵描くの上手、文章作るの上手、曲作るの上手みたいな、映像担当みたいな、
その人たちに仕事を出して一つのプロジェクトを完成するっていう意味は仕事がすごい良くなってこれも大学1年から身につけることができたのですごい良かったです。答えになってます。あと楽天を創業された目的それはですね、もともとは自分の会社を作ろうと思って多分その準備の段階のつもりでちっちゃな会社にいてその時にたまたま一緒にお手伝いしてって手伝い始めてそしたらこんなになっちゃってっていう感じなのでなんかそんな崇高なものだなと思って。ただ世の中を元気にしていこうっていうコンセプト自体はすごいなんか貼ることができたのでいまだにやってるっていう。わかりました。一番印象に残っている授業は誰の授業？俺伊関さん現代思想はパラダイムシフトって連呼されたけどあんまり学校で勉強しこなかったので物の見方ってそうなのか思考とか哲学ってそうなのかみたいなことがハマったもう先生いらっしゃらないので伊関先生がどういうことだったら説明してみた。伊関先生は、学問的に言うとマーケティングの、大先生ですよね。で晩年はソーシャルマーケティングみたいな分野をやられていらっしゃいましたけど、慶応にもマーケティング多分村瀬先生と伊関先生っていうねそういういらっしゃるんでしょうけど SNC 的に言うと、副学部長先生ですね。僕らの設立の時は、加藤先生が総合先生で環境情報学部が芦先生でそこに、支えるように、アイデアの2人が石川隆夫先生に紹介されてきていてそれが、とても異端な経済学部にあったと言われたらしい高橋純先生とこれ軽量経済学部をやってらっしゃるただすごい博学なんですで井出先生もいらっしゃって井出先生も紹介されてきてでお前らの好きにやるやっていうふうにして任された2人の中の1人で僕は認識してます SLC のコンセプトを作ったお二人そうですね、だから学部長お二人とその今の純次郎さんという井出さんというのとこの4人が、当初の SLC をリードする、それと4人がなんか役割があってで彼らが当時30代の若手の先生方にアメリカにいる人たちを口説きながらとか自分のことを教えるとかそういうのに声をかけて君らがアメリカやヨーロッパの学問を学ぶ際にキャンパスで感じたものをここで具現化してくれって言ってで呼んできてくださったので30半ばの先生とかが多分見た目はこんな方いらっしゃらないんだろうけれども当時大学教授といえばスーツ着てそうなネクタイ締めてそうなのに普通にジーンズで現れて何だったらどつきのなんかグラスカビのまま授業をやるとかっていうで学生の学生で食事しながらっていう当時の日本の大学にはあまりないキャンパスだったのは彼らがそういう若手の先生たちに自由と権限と与え、責任を与えたから今のっていうところですけどね。いまだに続いてますよ。僕は文化人類学っていう授業のが一番最初に印象が残ってそれでグループワークやったんですけどその先生と先週も食事しました。今見た広志いらっしゃる僕で先生一回もうね名誉教授になってだけど去年の秋にもう一回今の塾長に呼び出されて先生依頼において、そもそも教育システムが変わるから教授法も変わる教えるやり方が変わるじゃないですか、絶対それを小学校から中学校高校大学全てにおいて慶応のそれの教え方を変えるっていうのをゼロから作り直すっていうことが大きなプロジェクトがあっていてそれをその栗さんが授業やってらっしゃるのでそのなんかブレストみたいなことで。未来からの留学生みたいなコンセプトで始まったSLCっておっしゃられてましたけどなんか最近私の力として大学2020年に入学した後1年オンラインに通った3年間
間日本にいなくて SFC が帰ってこなかったんですけど、こう今の SFC ってすごい良くも悪くも冷めた人が多くて、それこそ成虫さんたち世代の人たちってすごい熱い方が多い気がしてるんですよね、私からすると。なんかこう社会を変えたりとか何かの分野で世界史になってるみたいな人結構僕の鼻からすごいいらっしゃる感じがしているんですけど、今はなんか SFC の外の方がよっぽどそういう人たちがいて、私の場合だと東京とかニューヨークとかロンドンにいた方が全然こうアグレッシブで刺激も受けるし楽しいんですけど、なんかその今の時代におけるなんか未来感、今から50年後とかの未来からの留学生みたいなのってどういうものをイメージされてるのかなっていうのを少し聞きたくて、なんかその多分成長さん世代ってインターネットの世代じゃないですか。インターネット革命が起きて日本にもそれが普及してこれから行くぜみたいな。で、なんかこう楽天ってこうぐわっと伸びて、多分日本の中でも数少ないあんなに多くなったベンチャーって少ないと思うんですけど、一方で日本社会はこう下落していて、でその中でこれまで30年ぐらいひっくり返った上で今の時代におけるその未来からの留学生って何なんだろうみたいなのをちょっとお聞きして一つ言えるのはじゃあ1990年に戻った時になんかすごい熱い人たちの集団だったかってことはそんなことは全然なくって普通になんかそれこそかっこいい先輩を求めて広島キャンパスに通う女子学生も多くいてはい、普通になんだろう飲み会やってる学生とかみんながみんななんでしょうそのキャンパスのことを考えてるなんてことはなくて多分キャンパスのことを考えてる人は本当にごくごくそれは分かんないですよね、自分が真ん中にいるか10%もいないと思うんですよね、多分数パー。だって学校作るためには普通来てないじゃないですか学びに来てるからただまあ研究っていう意味で言うとみんなそれぞれね楽しかったでしょうけど唯一あるのはこのキャンパスが1990年4月にできるということ自体が多分我々にとってはすごい重要なことで、誰もいなかったので前例がないのでその前例がないところに飛び込むキャラクターな人たちが1150人集まったっていうのは事実なんだよね、これは。これがレールですってそのレールに乗っかった人は誰一人としていない自らそこからレールを作っていくっていうことをやろうとした人たちなのでそこの何でしょう根本的なところが違うかもしれないです。根本っていうのは何ですか、目的意識、いやじゃなくて、そんなことも関係なくそこに行けちゃう人だって過去問ないんだよ秀吉とか見たいきゃ過去問存在するんだよ。例えばだけどその習う前例があるか、そもそも前例を作る側の人なのかっていうこれは、大きく人類2つに分けるとそういうなんか作る側の人と作ったものの上で生活する人だと思うんですよね。割合わからないけど僕の周りそこにもクラブとあるけどクラブとの運営なんかもやってたのね。でクラブとの運営やってる人たちは割と二浪で受かったら来たみたいな人とかも多いし素人も多かったしでいろいろな地方出身な人たちも多かった。ただやっぱりたくさんなんかケツも出したっていうのもあるし。そうそう本当はね総合政策環境情報で400、400で800っていうつもりででもなんか慶応のなんか田舎の学校っていうことでどうせ皆さん辞退するだろうと思っていっぱい法律出しちゃったらまさかのみんな来ちゃって1154人になっちゃったみたいな計算間違いすぎだろうって350人以上のオーバーがあってまあね1期生だからなんとなんだけどねキャンパス入ってるからね。
いや非常にやってくれな方いっぱいいましたよ。厚さっていうのが分かんないんだけど、僕らが内部だからボゲボゲっとしてるけど、当時僕の記憶で言うと生協があるんですよ。生協に、学生委員っていうなんか活動があるのね。でそこに生協さんが生協の運営を支えるためには学生の、生協学生委員っていうのは学生の生協のメンバーシップになってもらってね、会員になってもらってね。3月の下旬ぐらいにね、生協主催でなんか歓迎会やってたみたいな、そこになんか100人ぐらいが集まっていて、そこで盛り上がって、で、内部審議の話がちょっとね、一つ言って、で、そこの、学生取りまとめだった、Y さんっていうのと H さんっていうのが、いてね、今のものだけど、で、彼らが関先生のところに、入学式当日、なんで内部進学のやつらが団長立ってるんだよってなんか文句言ったんだっていうので関先生がまたそれをまた俺に言ってきて、どうしようじゃないでしょ、あんたが言うのでしょとかっていうのをやり取りしたから、でもどっかのタイミングでハブチというやつなんか言っちゃうけど、あいつらと話をしていて、で、彼らは彼らの学生、生協学生委員っていうもので何かやっぱり自治的組織を作りたいって思いがあったんで、学園祭そこで考えてるやつがいるから、そこはちょっと生協で抱えるのは抱えられないから、お前面倒見てくれやっつって8がなんかでそこで話聞いてあげてって言ってるさなかに、その2人は何が申し上げたかったのか、暑さっていうよりはなんかそういう形をやりたいみたいな、それはもうちなみにその2人とも霞が関に行った。H 君は、Y さんもそういう系なので、国を守る仕事を、思い貫いていきましたね。今まだずっと上り詰めようとしていけるなと思って。どうぞ。今 SFC ともレールができちゃってるっていうふうに、みんな思ってて、でその中でもう慶応のある意味一つの大学の組織の一つ、その上でやっぱりもうサークルとか引退とかももうある程度もう決まって組織としてあるから、ある意味新しいものを作り出そうとしても上に先輩がいる、上にさらに上に持っているっていう、先生たちもいるっていう、そういう状態の中で新しくその SFC にレールを作りたいって考えた時に、もちろんそういう先輩たちのおかげで暮らしやすい SFC ができてるんだと思うんですけど、その上で新しいレールを作っていくっていうのはどうしたらいいのかなっていうのが思うところで。アメリカそうすると欲しいものとか、僕少なくともごめんね、答えになってないかもしれないけど、昨日匠君に会って話を聞いて、浅間神社のプロジェクトはぜひやりたいって今っていう、そういう感覚は多分学生でも変わってなくて、これ面白いじゃん、面白いものをどうやって巻き込んでやるかみたいなことは常に考える。だからそれがもし偉そうに言うと、それがレールを作っていくことになるんだったらそうなのかもしれないね。感覚はいつもそう。自分が何かっていうのを出会った人間が面白いことを考えていて、それに SFC の仲間が関われることであれば、それを巻き込んでいこうというふうに思う。多分サークルの結成式もそうですし、オリエンテーション、歓迎の集いも結構サークルのやつらがやりたいって言ったから、僕は毎年サークル集めて、僕やっていいって聞く。僕やっていいって聞いて、そこでサークルの歓迎会を、イベントとしてしつらえるみたいな感じで、ニーズありきではやったかな、かっこつけては言えるけど、なんか好きなことやりゃいいや。真面目な答えは違うしてる。僕はちょっとドラえもんの現実化したいなって思って、人工知能の先生とかと話をしてて、面白いでしょ。それをドラえもんというかロボットに入れて、でドラえもんの形にできて、ドラえもんとして世界に発信できたらなとか面白いでしょ。よっちゃうよね。今の学生の方が我々の時代のあれよりも優秀な気がして、かつ
使えるツールがすごい多岐にわたってる。なんかもちろん僕ら縄文時代来た人よりは僕らもあんま変わらないから武器持ってたけど、今って90年代に存在しなかった武器がいっぱいあるじゃない。例えば1回の学生が、ね、何百万とか何千万とかってクラウドファンディングで集めるってことが物理的に可能なプラットフォームが存在するでしょう。で我々のところって多分もちろん例えば孫さんみたいなああいう特殊な方々に対して熱量を込めて伝えたならば1億って出してくださったかもしれないけれども、だからそういう世の中ではなかったんだけどね。だからそうなんだ。多分今みんなすごい武器を持っててすごい使うことができるんだけど、もしかしたならば賢すぎて、失敗も恐れすぎじゃない。やってもないのになんか諦めちゃうっていうか、賢すぎて、なぜならばやったらこういう失敗をする可能性があるっていうことが分かっちゃってるからね、思いついちゃってるから。楽しいよ。だからね、ちょっとおかしな人の方がとんでもないことができるのって、その失敗を恐れてないというよりは気づいてないというか。だから一回ちょっと書き出した失敗しないとしたならばってできる側で考えた方が面白い気がしますけど。ありがとうございます。だとするとさ、俺今すごい感覚的にもう50過ぎの世代だけど、感覚的にちょっと共鳴しちゃったんだけど、それだったら関口さんに声かけようとかさ、加藤さん、ね、加藤側に話相談に行こうとかさ、まんじゅうの時は話聞いてくれるやんとかっていう、孫さんのところに行こうとか、加藤のところに行こうとかっていうのがあんねん、キャンパスのとこ。今すごい感覚的になって面白い今それだとりあえず先生と話しに行こうでっていうふうになっちゃう。それはないってこと？多分この中で今事務長の方が誰かって話してる人いないよね。普通ないよ。普通知らないから。スチューデントライフ教育が今あるとか知らんけど、その学生担当の事務室の人の名前知ってる人いないよね。そうだよね。多分そういうことで、僕らの時代もなんかたまたま変わった人たちがそれを知ってただけで、多分キャンパスの9割ぐらいの学生はそんなこと気にしないでいいんだよ。そこの部分だけ取って昔はこうだったみたいなのは僕は間違ってると思ってて、だかららしさっていうのって何っていうのは人それぞれと違うから、だからすごいこの SF らしさとは何かみたいなそういうテーマになっているけれども、それは別にみんな一人一人が作り出すことであり、別に高橋君が言ったそれが SF らしさと高橋君は持ってるだけで、それに別に習う必要なければ新しいものを作ればいいっていう、そういう新しいものを作ることの方が僕は SF らしいと思う。多種多様な、そうじゃなければ別に法律勉強してけば法律ね、法学部の時はそうじゃないよね。学際的にアプローチしようよって言ってるんだから、もっとインクルーシブにこの人たちを分かり合う方がいいんじゃないとは僕は思うけど。結構似た質問になったんですけど、なんか自分自身が今大学1年生で、なんかその中学校3年生の時にコロナが始まって、でも高校3年間もいろいろできなくてっていう世代が結構今集まってて、でその世代の一員として見た時にすごいなんかこの代がさっきも言ったみたいになんかいろいろ諦めることの方が多く知ってるとすごい思う。だからなんかその中学校3年生から私は始まってるんですけど、それでまあ修学旅行できなかったりとか、そういうことなんかいろいろしてやりたい、やっぱやりたいっていう学生から声を出してもそれを大人がダメっていうような状況がすごいその中高生時代に続いてしまったから、なんか全然その何かを行動を起こしたらやれるっていう感覚がすごい不足してるなっていうのをすごいなんか感じるんですよ。不足してるのかね。SF しちゃったじゃん。でも自分自身はこういう世代を変えたいなって思っていろいろなんかやったりはしてるんですけど、でもやっぱ大人から見て
ってこのコロナ禍で中高生を過ごした子たちっていうのはどういうふうにでこの世代をなんかまた再生するためにはどういうのが必要だっていうふうに考えるか。まだ答えたと思うんですけど、先に言っちゃうと、好きにやりゃええやん。好きにやって成功するって思ってるなんで失敗を思うの？成功を求めてる時点でよくわかんないんですけどなんで、成功失敗って結果じゃん。それでやりたければやってみればいいじゃん。で失敗だから学ぶのがあるでしょ。それができるの今じゃん。それ面白いね。どこにヒットしたの？いや、多分俺無視してるよ。無視してんだけど、橋君が言ったのが彼女の気持ちをもっと汲み取ったらいいなと思ったんだけど、なぜならばやったらいいじゃんって言ったんだけど、要はやって何回もダメだったことを何年も経験しちゃってるっていう。先生あれやらせてください、親にはこれやらせてくださいって言って全部ダメ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 って言われ続けてきたこの何年間を経ているっていうことで、社会的にさ、本当はなんかその頃に高校時代に来た人たちは漏れなくなんかこのチケット制でさ、スペシャルパス持ってますみたいな、今時のなんか大学4年生が言ってきても、いやお前はコロナの時コロナ前から高校時代楽しんだじゃんと。高校時代楽しんでないのに、そのスペシャルチケットを使って何か一個 OK をもらうじゃないけど、それぐらいに本当は社会がみんなにもう一回機会って自分から作れるよっていう経験を積ましてあげた方がいい、ね、社会として。そうじゃないとすっぽりそのゾーンの人たちが大人になっていった時の社会を作ろうと思った時に、いやどうせ無理だからっていう人たちがある一定量そのゾーンがいると、それを歪みに社会って言った時にさ、対象とかさ、話す相手がいなくなるね。どういうこと？だって社会がそういうふうに要請するっていうのは、お前の立ち位置からすると多分社会を変えられるような立ち位置いるかもしれないけど、彼女たちから見るとそれって多責になっていくじゃん。で彼女たちが自分たちで成功体験を積み上げていくっていうもの、これいいんじゃないかな。そうだからこのキャンパスでそれを今このキャンパスが彼らにとっての一つの社会じゃない。でならば、その大学1年生で高校時代にノー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 って言われ続けてきたっていうことを、例えば学費にしても教授側にしてもそこはちゃんと差し引いてというか、いやこの子たちは経験してないから一回失敗しちゃうかもしれないんだけどやらしてあげようみたいなスペシャルチケットをあげた方がいいなと僕は思った。社会として日本の社会として別に慶応だけじゃなくてさ、全国いっぱいいるわけじゃない。なんで他の国の人たちはこんなふうに自由なのに日本はこうなのとかあるじゃない。例えば東京はもうこうなってたのに、地方ではまだなんとかだったとかね、いろんなケースがあると思うんだけど、それは多分大人が気が付いてない以上に子どもたちは機会を失ったんだろうね。それが当たり前になってしまってやってもダメっていうのは無理だ。今の話でどう思う？そうなんですけど、なんかチケット欲しい。なんか自分たちでもっとその高校生大学生世代がもっと行動を起こせたらそれはそれで簡単な話だと思うんですけど、やっぱり小林さんが言うようにそうもいかない、本当にずっとできないっていうのが積み重ねてきてるので、そういうなんか、そうですね、自分たちでその自分たちのチケットを作れるぐらいの世代になったらもうそれはそれでいいんですよ。それまではなんか聞いてどう思う？ちゃんなんか彼女は結構僕たちの世代の中で僕が語るのも変なんですけど、自分の好きとかやりたいことを明確にトライしてきた今まで。僕とかは今の話を聞いて思ったのが、自分が好きだと思ってやってることってある程度失敗しないレベルの中で安全な道を選んでた中の自分の好きであって、自分が本当にちっちゃい時にやってみたかったこととか、コロナ前まで自分がトライしてみたかったことっていうのを全部排除した結果残ったものの中から拾ってるんですけど、そこをもっと幅広く昔の自分に戻ってるかやれるような今があったらよかったな。だってどう今の話。
共感しちゃう、共感する。あ、いいよいいよ、乗ってみて。こっちの話で。いいよ、全然乗って乗って。さっき俺たちの時代、この同じ世代なんですけど、確かに高校の間ずっと言われたし、高校で修学旅行とか成人式とかいろんなことがダメだったけど、なんかその SSC に入っていろんな人と話して意外と思ったのは、SSC に来る人の中にもちろんそうやって諦めてきた人慣れてる人もいるんだけど、逆になんか鬱憤たまりまくって爆発してやるぜってマインドでいる人が意外といたんですね。で地元でも高校で遊べねえからって言って地元でなんかやろうみたいなやつらも地元ムーブみたいなのもやっぱりあったし、そういう動きがある人もおそらく一定数出てるから、もし SSC で何かやれたらそういう人も巻き込んできっといると思うから巻き込めたら面白い。鬱憤たまる1年生ってどれぐらいちょっとコメント欲しい、コメント欲しい。どうよ、どうよ。私はそのコロナの後遺症と、まあ、怪我も重なったんですけど、なんか高校2年生の最初から、まあ、今もちょっと続いてるんですけど、最初もう 100m 歩くのがやっとぐらい大丈夫でしたので、でもだから高校の修学旅行も行けなかったし、体育祭とかも全くやってないし、だからもう大学でその分なんかやってやるぜみたいな気持ちはあります。俺の知ってる SLC できちゃうんだけど、マジで。なんとかしなくて。これ保育するぐらいでしょ。このままな感じにする、いや、てかもうぶつかないっしょ。まあそうです。なんかいやみんながこっちを見て、みんな同士が見えてなくて、輪になればみんな見えるのになと思ったんだけど。まあ、とてもいいアイデアですお前せっかかってて。いや、お前しんどく。一つの大きい輪に。風ですか。いや、あなただけさ。松田さん自身が熱いのはあるかもしれない。みんなで輪になる場所。お手洗いがそこのスクリーンの後ろにあるので。1年生の人は僕知らない。ごめんなさいね。お手洗い。後ろの。お手洗いがあるがお手洗いなんで。みんなじゃあいい感じにこう一つの輪になってお互いの顔見えるように。一旦円作ってで出たらちょっとキュッてなります。デカスリーズキュッてなります。いいな、なんか合気道の式がある。でもこの語りだけでももう始まるよ。いや、なんかあれですよね、コロナで亡くなったとで、またそれから再生しようっていう大きすぎた。まあ、全然実験しようというのでいいですか。これも皆さんが作るんですよ。これをどうやったら学びがなるのか。全然提案してもらっていいですよ。こういうのがあったから、俺好きにいつもこう環境できるからね。そうですね。パイオニア精神。好きにしゃべってると。いやでもさ、ごめん、名前とかちゃんと認識できないけど、今話してくれた人たち。はい。の話だけでも、その、あるよね。課題感っていうのは、なんか、話し合っていくと、なんか共通的なところ出てくるみたいな。それでなんかしたくなっちゃったら、それやいいやん。とりあえず運動会何って運動会参加できなかったよねとか、修学旅行行けなかったよねって言ったら、修学旅行繰り返す的な、そういう高校生活を繰り返すみたいな。だから取り返すことによって何を得られるんだろうちょっと哲学入っちゃうと、だからそうやって高校における修学旅行って何なんだろうでやってみないと分かんないじゃんとかっていう感じで実験的にやれやっていうのを思ってた。
せてもらって成功体験もいっぱいあるから失敗してもいいじゃんって思えてるけど、やっぱこの直近3年間とかをあれダメこれダメそれダメって全てを否定され続けると、そんななんかいきなり4年以上って言われても、いや口では簡単だけど私たち3年間何十回とダメって言われてるんですけどっていうその気持ちもすごいよくわかる。どうなんあいつが言うこと今後3年後とかガンガンいいな。なんか私自身はそれでその3年間でめげずに結構やった人だと思ってるんですよ。なんか別の話も出るんですけど、吹奏楽でずっとやってて、吹奏楽コンクールができなくて演奏会も全部中止になって、だから高校2年高校3年生の時にこのメンバー集めて演奏会しようぜって言って一人立ち上げて参加したんですよ。でも周りのメンバーはそんなんできない人が多いなっていうのをなんかやった側としてすごい思うので、なんかこういうなんか、そう自分自身だけじゃなくていろんな子がいろんな同世代がもっとあの時できなかったことやろうぜみたいな感じで立ち上がってなんかもっと生き生きさせてあげればいいなっていうのをすごいなんかこんだけ IT とかさ SNS とかあるんだけどそういった同じ思いのある人探せばいいんちゃう。俺どっちかってダメ探した結果多分できたんですよ。できたもう高3の時に実はい践してこれどう来たよアイデア来たよ俺は追廃ないかな。とりあえずいやすごい気持ちよくわかるんだけど、とはいえ一応できるような社会になったというか環境に変わったわけじゃない、なのでもう過去私たちできないって言われたからなかなか新しいチャンスできないんですよって新しいトライできないんですよって言い続けるのも虚しいだけだからもう言い訳するのやめて一回コロナの頃のネガティブなというか否定され続けてきた過去にピリオドっていうイベント一発やってそのピリオドっていうイベントが終わったらもう一切過去のそのできなかったことうんとかは言い訳自ら絶対にしない。そしたらもう前にしようみたいな超ポジティブに考えられる。あいつらしい俺乗っちゃうんだよ。面白いな。絶対に作るのはむしろなんかそうだからとりあえずイベントにしちゃった方がおもろいな。いやなんかこのメンバーだったら研究する。まあ学年も違うけど応援してくれる先輩がいるかどうか。2人の失敗をお伺いしたいんですけど、なんかインターネットとかで調べても成功しか出てこないし、俺ら2人です、はい、その失敗を楽しむとかおっしゃってくださいましたし、失敗が重要だともおっしゃってくださったんですけど、その失敗の部分って僕らは知らないですし、失敗の上にあるってことはその構造は分かりますけど、その失敗がどういうものがあるかとか、実際その上で今があるっていうことをちょっとお伺いしたいんです。失敗はなんで俺20生活止めたのかなっていうことで結局さ今になってしまうと全部こいつに変えちゃってるんだよね。分からなくなっちゃうんだけどうつは2回やってる。そういうこと失敗ってそう失敗話にってかっこいいけどそうちゃんと言うと忘れちゃうんだよね。社会人になってからだと僕は、3ヶ月お休みした期間が1回と1年間何もできなずに会社に通ってた時期が1年間っていうのは平等人間関係だけどね。自分がちょっとこう最重思考って言ったけど自分の特徴が分かってるようで分かってなくて自分がこうありたいと思うものを強く求めちゃうんだけどそれに対して部長が喋らない人だったりするとうまくコミュニケーション取れなくてでまあ忖度していろいろやるんだけど全然評価されなくてみたいなことで自分がダメになっちゃうっていうケースが。それが戻ってきたのはお休みするのが3ヶ月。回復したのは1回目の時はもう3ヶ月休んで仕事何もしなくてで戻れたのは Facebook に久しぶりに書き込んだら100人の友達が「いいね」が入ってあ俺なんか評価されてるっていうか俺認められてる俺存在価値あるかもしれないっていうのでピュッと入ったっていうぐらいの感じはあったかな。だからやっぱり健康な状態が大事だよねと
その当時うつになった時はやっぱり24時間働けますか状態で働きまくってたんで、それは健常な思考は持てない。もう50になって今その辺は働くけどやっぱり56時間は離れているみたいなことはありました。そんな感じ。失敗でもね、そうね、家を今東京にあって静岡に暮らしてて、なんだろうね、東京でこの辺の物件を探したんだけど、結婚して子供ができて家を建てようと思って建たなくて、実家の方に建てようと思ったら実家が姉派建築って建築完了の通り出してなくてどう解消できないって話があって、一回白紙戻っちゃって、そしたら義理の母がピアノのショールーム作るっていう話があって、そこで土地買っちゃった。だけどローン組めないって話になって、あら困ったねってんで、自分で今予定してたものをこっちに建てるかっつって建てちゃう。建ててからいつ住むんだろうみたいな感じでいて、でも結果的に子供が小学校幼稚園に入るぐらいの時に嫁さんと幼稚園回りしてって、やっぱり東京で暮らせない私って感じになって、で地元の自分が縁がある幼稚園の方に行って、地元静岡で暮らし始めて、俺はなんか勝手気ままな二重生活を始めた。だけどその時やっぱ何年後かには、なんで俺こんな家族と一緒に暮らせない生活をしてるんだろうとか思ったけど、今やそれが最高って。なんだろうね、失敗ってそうやって当時は思うけど、今となってそれを肥やしにしてっていうことがあるので、みんなにそれをなんか言うの。でみればというのは、他者と過去は変えられないで、変えられるのは未来の自分だけだから、変えられないものに目を向けるんじゃなくて、変えられるものに目を向けようみたいな話があるんだけれども、でも今正しく言ったみたいに過去も実は定義を変えることができちゃう。そうだよね。だから小林が聖中が楽天に行ってて、これ覚えてるんだけど、祐天って越したやんけ、引っ越しで、あそこの店事務所の前に焼肉屋行こうって、で打ち上げして、あの時三木谷さんに誘われたい、母族10社集めてきたらいいよとかっていう感じできっかけ作れたの。でも俺金儲けやだなと思ってなんだこの親父とか思って断ってしまったっていう、あれはすごい後悔してるっていう、そういう話。アントニーに来てたら98年8月8日なのであれば、だいぶジャブジャブお金持ってるかもしれない、であれで俺の人生は小林君とこう変わってくるんだよね。以上ですね。引っ越し屋でよく呼ばれるっていう。引っ越し担当で杉原ってもう一個同期でそいつ呼ばれてって俺大体やって2回ぐらい手伝ったかな、引っ越し屋で。一番最初の使いそう業者に頼むようになって俺には声かかんなくなる。まあいつもそうなった。それは人生で大きな転機、そういう感じ。でもそれも結局やっぱり小林はそれで打ち切ってたらヤクちゃんにやってないでしょってことを言われるとそうだよねってバカでしょ、人生のパートナーでやってない。そうなの、それもあるんだよね。今のねお子さん3人でそう言われてるさ、そうやってくるとそうだよね、今の俺があるのはそこで断ってるわけだよねというだからそれが参考になる言えることはどんなに失敗しても多分未来になったらみんなはきっとそれをあの時の失敗が今に生きてるってきっといや悔しいからそう言えちゃうから多分あんまり失敗も分かってないんじゃないかな普通人って。もしそれだけ引きずってたらすごい辛いだけじゃない。多分身の保身のためにもというかきっと脳みそがそんなふうに働かないようになってるんじゃないかな。法律を犯すのはやばいけど、それ以外は何だ補正できる自分で解釈してるありがたいよね。ちゃんとさそれ社会でやったら傷害事件だよっていうことで、それ定額処分にして定額処分16日間ね。定額ってことでこれ本当にダメなんだって俺本当に悪いことだね。そう後輩をもう小学校からしてる入るか定額かっていう定額で住んでるんだから、若いうちにいろんなこと失敗経験するで笑い話なんだよ。その定額だった時の顧問の先生がいるんだけど、顧問の先生に俺に定額だって
それが何十年後にそれが俺のその同級生の嫁さんのパパっていうだからそこで和解じゃないけど何十年ぶりになってでこの間も先生と会ってきたけど、まあ、昔話があるんですかまあなんか時間の解決するわけじゃないまあ、その時は真面目にやっちまったことだけどまあなんか不正を聞くね確かにだから社会に出る前に教えてくれたっていうのも、確かに SFC 来てからは手を挙げてないそんなこと自慢してもらえて今 SFC であれができたらいいのになっていうあれって何かありますなんかその頑張ってる学生とかすごい学生ほどキャンパス外で活動している印象を若干持っているんですけど、キャンパスにいないことが多い人ほどなんか他のところで頑張って企業もそうですし他のスポーツとかもそうですけどそこをその SFC の学生が面白いっていうのと SFC が面白いっていうのはちょっとそこで違いが生まれてきてしまっているのかなというその SFC 性が面白いっていうのを担保しつつ SFC が面白いっていう価値を作っていくには多分そのお二人の世代は両方だったんですね SFC 性も面白くて他社からは何の評価もされてないしどっちかというと評価されてない就職活動行ったら総合生産学部っていうのは何をやる学部ですかって向こうの人事担当者も知らない学部だったのでなんか自己紹介本当は向こうで聞いてもらわなきゃいけないのにずっと学校の説明してるそれぐらい社会の認知はなかったんですよ SFC ないない今って先生たちから学校に来てるやついない面白いよっていう学校に来てるやつがいけてないみたいなことを面白いよって言ってないいやそれと僕ら世代は結構そう言われていかなくなった学校に来ないことがいいっていうことああまあいい学外でおもろいことやってこいよっていう外に目を向けてないうちにこもりすぎてるからもっとそういう外に目を向けろよっていう発信なんじゃないわかんないです社会学じゃないけどその年代ごとのトレンドを見るとなんかあるかもしれない常にそういう概念をいろいろどっちかだけとか何かと思うんですけどでもなんか僕は SFC 好きだけど自分の娘見ててあんまり言っちゃいけないけど活動の分野はゼミと学外でもちゃんと SFC マインド持っててみたいな親父的な評価はあるで見た時にあなたというのは外で活動してるっていうタイプにこいつは入るんだろうなと思ったんですけど過去なんかそうだねで休学して休学してまたなんかオーケストラ教育学ぶとかいいんじゃねえのでも戻ってくる場所とか少なくとも授業なんだろうねつなぎ止めてるんだけど俺親父的っていうのと SFC 規制的な親父的にはまあ何らかしら授業を取っていってそれがエッセンスになってるし話としてはいいんじゃねえってで2人目の娘はなんか本当に N 校を卒業して SFC 来て外出てきちゃいそうでまだいねえやつです多分もうねだから親父は大嫌いだから来ないと思うんだけどなのでまだゼミには通えるみたいな感じでつなぎは機会は親父はおせっかいを作ってしまったでもそれでも何かしらつながりがあればええかなと親父的には別にだからそのSFC の外で活躍するのがいいか悪いかってそれを決めた本人次第だしそれが嫌だと思うんだったら SFC 魅力をアップするしかないじゃんっていう自分がどっちにしたいかって SFC が魅力アップしたいんでしょって言ったらでそれに対してなんかアイデア出してみたら相手一人出せなかったらそう思う仲間となんか多席で考えるのに自分でできること考えてみたら SFC の学外で活躍している人にもっと SFC に戻ってきてもらうのがいい感じです。
それとも SC だけで生活している人も社会から注目された方がいい？でもその SFC 前者のSFC 以外で活動している人たちがその SFC に帰属意識を持っていないかというと多分持っていると思う。その強いつながりを持っていないかもしれないけれども、その研究会でその研究をしていたり、週1で通ってますみたいな、薄いつながりは持っていると思うんですけど、前者に関しては、前者も後者も両方重要だと考えていて、前者後者プラスなんかもう一個そういう新しい領域があってもいいなとすごく思うんですけど、前者の今学外で活躍している人たちが SFC 生と共同して SFC の中にこもっている人たち、後者側となんかつながって何かを生み出したらいいなとも思いますし、何が正解かっていうのは僕の中には分からないですけど、前者が正解なのか後者が正解なのか、前者っていうのが学外で活動している人たちが戻っているのが正解なのか、学内にいる人たちが有名になるのが正解なのか、それが合体するのが正解なのか、新しい人種というか人たちが生まれるのが正解なのかはちょっと分からないですけど、中の人がただただ楽しんでれば全部いいかなっていう話です。今いてやりたいって言ってる人たちがいるんだから、そういう人たちがひたすら楽しんでれば外の人も楽しみ、外の人も参加して力が入れば社会から認められるかもしれないし、その目的を外からというより中でひたすら楽しみにしてればいいんじゃないかな。まだ話をしてない人って何か話したいことある人いますか？私は今先週のゼミ研究会で鹿児島県の県立高校の子たちに対してオンラインで探究活動をしているんですけど、その子たちはどちらかというと進学コースの子たちを担当しているんですけど、先生たちも、九州の国公立を出ていて、先生たちも国公立を進めているというか推している。で生徒たちもそれ以外の道を知らないから、そこのためにただひたすら勉強するみたいな子たちが多かったりとか、もう一つ私が関わっているので言えば、ケツユさんが理事をしていらっしゃるビヨンドトゥモローの小学生だったんですけど、私がはいそうですね、今インターンで、そこの財団は社会的養護、養護施設に避難していたりとか、里親家庭だったりとか、一人親家庭の人たちが奨学金を受ける人たちをしているんですけど、そこで私がインターンとして入ったりとか、どっちでも経験っていうか私が感じたことなんですけど、進路の視野が狭められていたりとか、サポートしてくれる人はいるけど、その人が持っている知識がある一つの分野に限られている。例えば養護施設とかだと、とりあえず就職のための知識はすごいあるけど、大学進学のための知識はないから、あなたは就職はできるけど大学進学ができないからやめなさいって言ってしまうとかっていう現状があって、その時に、私がSFC 生として入るとか大学生として入る時に、大学に ORF に鹿児島の子たち来たりしたんですけど、すごい驚いてて、これって学校なのみたいな。そもそも本場と大学が違うっていうのはあるんですけど、それにしても鹿児島大と全然違ったとか、東京都立といっても全然違ったみたいな、すごい自由だったっていうのを話してみて、で SFC ができてから何十年も経って卒業生もすごいたくさんいるわけだし、先ほどの話でもSFC の外で活動している大学生がすごい多いみたいな話が出たと思うんですけど、それでも出てる場所ってすごい限られてるなと思っていて、卒業して就職する場所も、いいところに出たりするなと思っていて、あるいは、いいところっていうのはその仕組みを作るところにすごいたくさん行ってるなと思っていて、現場に未来からの留学生の異文化要素っていうのが全然伝わってないなとか、本当に異文化っていうか未来からの留学生は留学しに行ってるのかなと私は思っていて、留学先もアメリカとカナダみたいなそういう主要なところにみんなが行き
分皆さんが思ってる以上に社会はそんなに進んでないので、行く会社によっては十分に未来からの留学生の気がします。 SFC から来られると皆さんの日常生活が決して当たり前ではないような、鹿児島の高校生の方がびっくりされたように、日本の大多数の会社はそんなに別に DX が進んでいるわけでもないですし、きっとね。ただその際にやっぱ何かしら突っ込んだ方がいいなと思ってるんですよね。さっきもなんかいろんな話してたけども、イコンさん、仲間、僕提唱してるのは、仲間と時間と空間をそれぞれデザインするのが大事だと思っていて、この全部間ってだからサンマって呼んでるんだけど、我々はこのサンマをどうやってデザインするかっていうのが大事。いつも一緒の SFC の仲間ばっかりだけだと、どうしてもそのメガネに映るものって SFC のしかないじゃないですか。だけど学会に出てくれている仮に仲間がいたならば、その仲間と話をすると、ここの外で見てるメガネを借りることができる。なので視座って呼ぶんだけど、見る視点ですよね。視座を変えることによって見える景色、その視野が異なるから気づける視点も変わる。なので、意図的にその違う視座にいる人たちとその仲間たちともっともっと触れ合う時間を作ろうとか、ないしはいつも当たり前のように過ごしている、1限が始まって5限が終わって何とかしてみたいなその時間のサイクルも本当はもっとデザインがいろいろできるはずで、空間もしっかり家でキャンバスの多くではなくてバイト先の多くじゃなくてみたいな。でこれ社会人になるともっと固まってきちゃうので、これを仲間、うちの仲間たちにはずっと言い続けてるんだけど、サンマ大デザインにしようぜっていう箱を設けるちゃんとって。メガネのかけられが大事なので、いろんな異なる社会で生きている人たちと対話をすると、いろんなそのメガネを通じて景色が見えて気づける視点が増えるから、そういうふうにしていくのがこれ、一番いいと思ってるんですよね。なのでっていうのも一個あるんだけど、ただもう一個これバランスよくやるっていうのは、大人になったらバランスよくやった方がいいと思うんだけど、多分今この瞬間皆さんは一個は掘り下げるものがあった方がいいと思う。もうこれは絶対にやるもの譲らないぐらいエネルギーを注げるものが、それは学内で学内でそういうと思ってて、人としてここは好きっていうのを何か好きを見つけられたら、好きを見つけるためにはいろんなものに試したり挑戦したりしなきゃいけないじゃないですか。それはそれでどんどん当たってるだけでいろんなのを試してみたらいいなと僕は思ってます。感銘しとか、なんかいいよ、なんか、何を感じた違いがあった？狙った答え。高校生たちとか見てると、私の高校生たちは、時間を共にする仲間っていうのは、強制的ではあると思うんですけど、一日一緒にいるわけなので、その仲間っていうのはいるなと思っていて、進学コースも大体15人ぐらいなので、人数もそんな多くなくて、みんな仲いいんですけど、それでも日々の目標だったりするのが終わって、自分の将来について考える時間があるかというと、じゃあそこはないなとか思ったりしていて、なので、じゃあ探検の時間を受け持っているので、じゃあ仲間はもうすでにあるから、私たちが彼らが時間をデザインするためにどのようにアシストできるか、サポートできるかみたいなところは、実際行ってみないと分からないと思うし、じゃあ私たちなりの、私たちが一緒に過ごしてる時間とかを考えてみて、どうやってデザインできるのかなみたいなことは考えてました。成中で言ったことで言うと、1個足んなくて、今、人と時間について答えてるけど、空間については、もしかしてテーマのこと、今、取り組んでる？多少は、そうですね、でも、多少は決まっていて、今年のこととオンラインっていうのが、また、ちょっと難しいな。そこだと俺は面白いなと思ったけど、今、成中君が教えてくれる、成中ってマークにしちゃったりするんですよ。時間、空間でいうと、空間になんか課題感があって、
そこにヒントを今聖地くれたような気がしていて、それを仲間で話してみたら、あなたたちの教える側の探求やる側の仲間で、オンラインって実は縛りで、何行けばええやんって、俺の悪いだとね、オンラインはやっときながら鹿児島行ってやれややとか、もしくは鹿児島と中間距離で一緒に探求やれやや発想、それでなんか学びが変わるとかっていうのがあるかもしれないし、なんかそんなヒントを彼はくれたんじゃないかなと思うし、すっげえ面白いこと言ってるね。この前行ったんですよ、初めて行って、なんか1年間見守ってたんですよ、でその最後の最終発表で行ってきたんですけど、なんか1年間よりその最終発表の後に喋った15分の方がなんか話し濃かったりして、なんでだろうみたいな。やっぱ行ったんだね、最後に。でも場を変えたよね、オンライン。その違いも大きい。それだし、彼らが見ている新象風景を見ても面白いよ。その時間とか人で言うとあなたが知ってる事業の時間のじゃないし、彼らが得てきた鹿児島でしょ。俺なんかも鹿児島行ったことだけど、こう東京で見ない風景やんか。桜島があって、でこうなんかジブリみたいな森がガーッとあるみたいなお好きなんだで、そういうところで育った人たち、同じ国公立目指してるかもしれないけど、でも潜在的に持ってるの違うかもしれないね。時間中にガッとこうなんか生い立ちまで追っかけるとまた違うことを発見するかもしれないし、教えてるのに教わるみたいな関係まで持ってたらすげえ面白い。続けて頑張って。どうぞ。結論から先に言うと、何かを変える力ってどうやって養ったらいいんだろうっていうふうなものをすごい最近悩んでて、ちょっと僕の話最初に少しさせていただくと、その大学今 SFC で教授とかあと学士の人だけで作るんじゃなくて、学生も一緒に共同して作りたいねっていうので、湘南自治会っていうのがちょうど 4,5 年前にできて、で僕そこに入ってるんですけど、例えば、ここってベータビレッジっていうんですけど、ここの周りに宿泊施設が何個かあるんですね。で、そういう宿泊施設って今あんまり使われてなくって、で SFC っていろんなところに特化したいろんな面白い人がいるじゃないですか。で、僕そういういろんなところに特化した人と夜中朝まで語り明かすっていうのがすごい好きで、で僕そういうのがすごい好きなんで、イベントも何回か友人と開催してて、ここにいる人たちも何人か来てもらったことがあるんですけど、でそういうふうなことをこういう、このベータビレッジっていうところをせっかく宿泊施設あるんだからそこを使ってやりたいっていうので、その湘南自治会っていうのに入ったんです、で実際にいろんな教授とも掛け合ってみて、こういうことしたいんですけど、できませんかっていうふうなことで掛け合ったんですけどダメだったんですね。でなんでかっていうと、やっぱりここの宿泊施設ってあるにはあるんですけど、教授が一緒に宿泊してくれないと使えないんですよ、その学生だけだと。でもそれっておかしいじゃん。だって学費払ってもこっちだし、だってここ使いたいんだから使わせてよって学士にも言ったんですけど、やっぱダメって言われちゃって、でもう本当いろんな教授に、ここを管轄してる建築の教授にも言ったし、その大学院の方の教授の人にも言ったし、全員ダメダメダメって言っちゃって、で僕としてはやっぱ八方塞がりになっちゃって、で逆にじゃあ学内でダメなら学外で作れないかなと思って。じゃあ学外で作ってみようと思って不動産屋さんに行って、でいろんな不動産見て、でここ良さそうっていうので見つけて、でなんか出資してくれる企業ないかなとかって言っていろんなところ行って、で SFC の卒業生何百人にも当たってみたいなことやったんですけど、もう全員ダメダメダメって言って、で少額なら出してもいいけどって言うけど、コミュニティスペース運営するような金額はみんな出してくれないみたいな、それでちょっと最近行き詰まったりとか、なんかそれ以外のプロジェクトもあるんですけど、最近僕そういう何かを突破する力っていうのがちょっと足りてないなと思うことが多くて、お二人にそういうなんかつまずいたっていうか、こういうのが突き抜けられないなみたいなので、困った時にこういうことしたら突き抜けられたとか、なんか実際僕になんか聞きそうな、なんか突き抜けるための何か案とかアドバイスされるのいただきたいと思います。頭上向いてる。どうなんでしょうね。2つそのキーパーソンが誰なのかっていう、どの人を落としたら変えられるのかっていう話と、あともう一つ、もし変えられるとしたならば、その条件ってどうやって、例えばね、思考実験で
このキャンパスにいる何千人かが全員退学しますって言ったらさすがに貸し出すと思うよね。例えばそうですね。いわゆる思考実験みたいな。はいはいはい。ということは、じゃあそれは何ですかとして、じゃあそれが半分でやめちゃうだったら OK なのかな。1000人だったらギリどうなのかな。わかんないけど。っていうと、できないからスタートするとあれだけど、できるからだと変えていけるじゃないですか。はい。我々いつもそうなんですけど、めちゃめちゃハードルの高いことを掲げて、できないからスタートしないようにしてるんですよね。で同時にさ、でもそんな聞いてきたら、できない理由って何だと？できない理由。借りれない理由、ダメな理由。その本質的じゃない。本質的には。男女の関係になりかねないからとか、そういう理由じゃない。そうですね。結局責任を取るのがやっぱ学校側だっていうのが。学校が責任取られてるし。いやそうなんですけど、とりあえず問題を起こしたくないみたいな。今問題を起こしたくないっていうのが本質でしょ。そうですね。問題がとして起きるのは男女間の問題でしょっていうことなんじゃないの？それをやらないっていう念書取りゃいいだけじゃん、学生として。っていうのも僕考えたんですよね。それも提言したんですけど、それもやっぱダメって言って、で結局現時点でそれを本当に絶対にそれを守ってくれるみたいな確証を持っていけるのが教授が一緒に泊まってくれるっていう、それだけしか担保できないじゃんって。別に君ら学生がそれを念書書いてくれたところでこっちは信じられないからみたいなのがこのスタンスで。責任取らせるリスクエイジに教員を呼ぶんでしょ。教員だって嫌じゃん。いや、そうだと思う。こうなっちゃう。で結局どう動けなくてみたいな。なんか、今この瞬間ね、今みんなでそれを案を考えても仕方ないんじゃないんだけど。なんでさ、学生寮さ、いいんだろうね。学生寮は泊まっていいの？どこに？そこ両方。で、そういうだって契約結べるもん。結んでんの？同じじゃん。ちゃんとその管理人さんが雇用されていて、でそれらが西松建設と、ちゃんと設計されているからさ、次は。っていうのが成功事例。ただ、おっしゃる通り、空いてる施設もったいないので活用した方がよくて、だから、24時間キャンパスを考える会ってまさにそれだったんですよ。空いてるのに使えないとおかしいじゃないですかっていう話だったんですけど、なので、普通にできる方法を考えるんでしょうね。なんか、年収取らして、退学まで。退学までとか年収取らせわかんないけど、3ヶ月の定額なんか多いけど、そういう、なんかあったら、それでもいいよね、泊まるのねっていうふうにやると、ちょっとなんか飲んで、もう家帰るのめんどくさくなっちゃったから泊まるわみたいな簡易施設だっていうふうにはならなくなるじゃないですか、普通に考えたら。要するに彼らが NGO をするのってそういうなんか安易なものになってしまったりしたときに後からは絞りづらいから最初から縛っちゃおうってことだと思うので。あとはだからその泊まっては何したいのっていうところになんかちゃんと答えられるかと。泊まってぐらいだったら別になんかその辺で友達の家に喋ればいいじゃん。学校の施設感っていいじゃん。電気代誰が払ってんの？授業料ってだってみたいな。それに関しては一つ僕の中で答えがあって、今の SFC の授業ってもちろんグルワはあるんですけど、横のつながりがあまりなくて、横も縦も学内のつながりがあまりなくて、例えばこういうイベントも結構レアで、そのグルワやっても結局数人多くても数十人みたいな話し相手しかなくて、でも SFC って魅力ある人がもう何千人といっぱいいるのにそれがつながってないのってすごいもったいないなと思ってて、でも誰でも会う時って最初初対面じゃないですか。でそれで初対面なのに相手の家にいきなり行くって結構ハードル高いじゃないですか。だからこそ今はつながりないけど話してみたら面白いよねっていう人たちのなんか出会いの場を作りたくって、でそれってやっぱり一番いいのは学校なのかなっていうの
ことが一つ答えがあるんですね。でも時間帯が夜だけじゃないんじゃね？それが時間帯が夜である必要っていうのが、その夜なんだろうな、深夜から朝までずっと話してると周りに何もないし、やってる施設も何もないしっていうので、そのある意味隔離された空間になるんですね。例えばそのここのベータドームとかでその深夜から朝まで話し合ってると、その日中だとなんか周りに雑多ないろんな要素がありすぎて集中できないかもしれないけど、なんか深夜だとここが隔離されて、なんかここだけの世界が出来上がるみたいな、そういう雰囲気がすごい好きで、なんか実際イベントをやってみても日中よりも夜の方がなんか話が弾むし面白い感じ。例えば面白い人たちがいっぱい集まると、なんかこういうのやってみようよみたいな案が夜中だとすごいいっぱいなんかできるんですね。なのでその雰囲気がすごい好きで、理論的な理由付けはできないんですけど、そういう雰囲気を作りたくて夜にやりたいっていうのが理由です。なんか昼とかで先生たちが信用してくれないっていうなら、いっぱい昼にきちんとそうやってみんなで話せる場所とか、ちゃんとやってみて、でそのどれくらい生徒たちがそれで活性化しているのか、学内の議論が活性化しているのかみたいなのをちゃんと提示できたら、なんかもうちょっと根拠が強くなる夜のあれって言えないです。信頼を勝ち取る。そうです。これぐらいの人が使ってこれぐらい効果があって、これぐらい悪いことしてませんよみたいな言えたらちょっと違う。需要がありますよって言ったらなんか強いかな。じゃあちょっとそろそろお時間にもなりましたので、多分このまま議論が多分朝まで続いちゃうと思うので、一回ここでやらせていただきます。ちょっとここは施設が8時半までなので、ちょっと最後にバッと僕がなんでこの会を開いたのかっていうお話だけちょっとさせていただけたらなと思いました。正直なんかこの会開いて来るのを20人来てくれたら嬉しいなみたいなことを言ってたら、せいちゅうさんと話した時、リッキーだからどうせ10人しか来ないでしょみたいな話もされてたんです。そしたら思ったよりたくさん来ていただいて、本当に僕としても心温まる状況です。で、やっぱ SSC の面白さ、今回いろんな人話してくれてましたけど、やっぱ外部行っちゃうんですよね、僕の問題意識としても。だって外部の方が支援とかしてくれるし、いろんな企業とか助けてくれるし、こんな僻地までわざわざ来て何か大きな物事を起こそうとしても難しいと。だけど僕がやっぱもったいないなと思ったのはつながりだと思ったんですね。さっき言ってくれたように横のつながりだと思って、で OB の話とか聞いてると、そういうつながりっていうのが10年20年先になってまた大きなつながりを生み出していくっていうことがあると。なんかある人の話だと、鴨池でプログラミング困ってる人がいて、ちょっと僕得意だったから助けたよと。助けてそれで開発したサービスが出来上がったのがクックバットラーって聞いた時に、みたいな、そんなことが身の回りに転がってる場所が SSC なんだって僕思ったんですよね。だからそういうものが偶発的に大切にされながらどんどんプロジェクトとして起こっていければいいなと思って今回作らせていただきました。で、今後月曜日の5、6件を中心にいろんな OB、OG 呼んで、ちょっとこうやっていろんな面白い人たち集めて、でこういうことできたらいいんじゃないかっていうのをアイデア出しながら、春学期大きななんか実現のための行動を踏み出せればいいかなって思ってます。もうそのための人たくさんいますし、せいちゅうさんもいますし、小僧さんもいるんで、ディスコードは一応そのためのコミュニケーションツールとして作ってるんで、この QR コードからぜひ入っていただければなと思っております。で、ちょっと簡単に、今回これをやったことによってどんどんプロジェクトを起こして、ディスコードでどんどんこういうことやりたいんだけどっつってチャンネル作っていって、今こういう状況ってシェアしていって、横のつながりを作りながら SSC に大きなムーブメントを起こしていけたらなと思ってます。一応そこにあるので見てください。で、ちょっと来週なんですけど、ゲストの都合が、なかなか合わなかったんで、サブゼミのサブゼミみたいな形で、実は SSC ってこういう歴史があるんだよっていう隠されたドキュメンタリーがあります。このドキュメンタリー、判定にかかって一般公開されてないんですけど、ちょっとあるつてで手に入れております。それをシータカンとかで上映しようかなと思ってるんで、そういう歴史見ながら改めて問い直すのもいいのかなって思ってます。で、あと簡単に第3回の話なんですけど、この遠藤地区含めて結構この場所って面白いんですよね。で、この面白い地区を見る眼差しが今の SSC には足りてないと思うんですね。インターネットとかテクノロジーあると思うんですけど、SSC の古層を見るためのス
ペシャリスト2人を、お招きしております。1人は食の研究者であって、土地の研究者でもある、玉利さんという方と、あとはもう1人は、会社の給湯室で茶道をしてしまう給湯流という面白いことをしている阪急さんという方です。どちらも塗装というものをよく見ているので、皆さんと対話しながら SSC ってこういう場所だよねっていう都市的な利点を考えることだったらいいなって思ってます。で、あとそれを動かしてこの SSC 研究会、実は任意団体というか未公認団体でも公認団体でもなく、ある意味アーティストコレクティブっていう形でやりたい人が集まって支えて作ってるプロジェクトなんで、さっきの話もあったように公認団体にすることの弊害とかもあったりするんで、慎重に動いてるんですけど、人手が圧倒的に足りないんで、もし興味ある方がいたらそっちの上回りに助けてくれるよとか、こういうことをしたらいいんじゃないですかっていうことを言ってくれたら助かりますと。で、そうですね、それが全体になります。で、あと先ほどあったように、この施設全体っていうのは教員の承認がないと借りられません。だけど、あれ、教員いないなみたいなことになりますよね。今回ちょっといろんな、つてを与えつつ、お願いして長谷部陽子先生に頼み込んで、なんとか使わせていただきました。長谷部君の方もいらっしゃいますけどね。なんで、長谷部先生見たら、あの時ありがとうございましたって、ちょっとお礼言っていただけると助かります。で、今後 SBC っていうものがもっとスチューデントビルド、学生が使えるような場所になったらいいなって思ってるんで、みんなで一緒に変えていきましょう。ぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあちょっと僕ついで、これから写真撮影をしたいと思いますので、